皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は御用の木属性ランキングトップ5を解説していきますよ。木属性って少ないイメージあるがどうなんだ？それが調べると結構いるんですよ。それは気になりすぎるぜ。しかも予想以上に強者揃いとなっているので楽しみにしていてください。もし面白そうだと思ったらこの研究部に入部してくださいね。また、高評価だけでも押してくれるとモチベーションにつながるのでお願いするぜ。それでは早速授業開始です。それではまずはじめに紹介する、木属性の最強キャラランキング第5位は、東方地雷伝のエクストラボスである小明寺小石です。小石って戦闘しているイメージが薄いが強いのか。バチバチの強さを誇りますよ。小石は東方人気投票ランキングではコウマ館組でも、主人公キャラクターでもないのにもかかわらずベスト4に食い込むほどの人気キャラ。そんな小石は、姉の悟りと同じ悟り妖怪です。ただし第三の目を閉ざし、他人の心も読めなくなった悟りなんだぜ。相手の無意識を操ることで、他人に全く認識されずに行動することができるようになりました。たとえ小石が目の前に立っていたとしても、その存在を認識することはできないのですよ。実際に、地雷伝のエクストラステージでは、なんと天狗が警備する妖怪の山を誰にも気づかれることなく侵入することに成功。あやややや、千里眼を持つもみじですら気づかなかったってことになるじゃん。その先にある守谷神社で白霊霊夢や霧雨マリサと遭遇することになります。なんと社名丸あややパチュリーノーレッジからは、全く気配を感じないと言われたこともあります。幻想郷最強クラスと言われるあやや、御用を操る魔法使いのパチュリーでさえも気づかなかったのか。霊夢部長、小石の無意識について詳しく教えてくれよ。無意識の状態では視界に映らない限り存在感がなく、視界に入っても道端の小石のように気にされることはないんですよ。そして視界からいなくなればすぐに忘れられてしまうのです。気づかれても小石のことを忘れるってことかよ。どんだけ便利で恐ろしい能力なのさ。夢のデパ地下のお惣菜コーナーのつまみ食いも余裕でできちゃいますよ。いや盗っ人のマリサよりひどい考えだな。無意識というと少し難しい能力ですが、ハンターハンターのメレオロンのパーフェクトプランみたいな感じですね。気配や音、触った感触、匂い、果てはエンデの感知などを認識がスルーできる能力だよな。そう、メレオロンによれば影が薄いという現象を極端にしたような感じらしいですね。なのでミスディレクションもできちゃいます。小石のバスケも可能なのね。それはさておき、感知できずに一方的にボコることも可能ってことじゃないか。これはえげつなすぎるぜ。弱点としては当たり判定はちゃんとあるので、広範囲の技は受けますね。また小石の技は一発がでかいというよりは、じわじわと弱らせるタイプなので感知されて小石のことを覚えていたら危険ですね。と入っても背後から鎖と包丁で刺せば元も子もないでしょうが、恐ろしくてやばい。書籍によると、小石は能力は無意識を操る程度の能力ですが、狩猟も積んだ僧侶でも得得するのは難しいとされています。それを身につけているなんてすごいな。でも難しいということは、小石以外にも無意識の力を得ている者がいるってことか。また地霊伝エクストラステージにて小石曰く、いいこと教えてあげる。お姉ちゃんは絶対に私には勝てないの。なぜなら、私は読むことのできない無意識で行動できるから。とのことで、結構本人も戦闘には自信を持っていることがわかります。小石ってこんなにも強力な妖怪だったとは意外すぎたよ。でも、雰囲気は確かに木属性だけど能力的に考えたら木属性じゃなくないか？小石はレッツとした木属性キャラです。地霊伝の普通の弾幕ごっこで使われたスペルカードの嫌われ者のフィロソフィというスペルカード、つまり必殺技を使ったのですが、これは小石がバラ弾の塊と化し、画面を縦と横に通過する弾の中を通って追いかけられるような形式となっていることから、バラを操ることができるのです。また、東方人陽明館のズンさんコメントでは、小石はバラが似合うよねと言っているあたりバラの要素が含まれているキャラなのですよ。なるほど。これは完全に木属性キャラとしての判定は白のパンティだな。いやパンティは必要ないよね。ちなみに弾幕が2段階が存在し、その度に弾幕の移動方向やバラ弾の形状が変わっていることからも言えますね。そして東方神秘録といった格ゲー作品では、キャッチ&ローズという技を使います。相手をバラの花で掴み、画面端まで投げ飛ばす技。画面端っこってことは結構パワーもあるんだな。このように無意識を操る程度の能力という非常に強力な能力と、バラの美しい技からこのランキングにランクイン。弱点として、広範囲の技に弱いのと格ゲー作品での話にはなりますが、実はスピードはかなり遅いのです。東方格ゲー作品ではトップクラスに動きが遅くなっていますね。意外にもそんな弱点があったのか。まあ無駄に走る必要のない能力だからね。言われてみればそうか。いや無意識に解説ポジ取らないでくれますか？さて、次に紹介するのは、東方暴月賞で登場した綿月姉妹のお姉さん綿月豊姫です。金髪で服が青、帽子をかぶっている方が姉の綿月豊姫ですよ。ちなみに薄紫髪で服が赤、黄色リボンで結んだポニテの方が妹の綿月頼姫です。
月の防衛と地上の罪人の監視を行う月の使者のリーダーを務めているんだよな。実は渡月姉妹は昔矢心栄林の弟子なんですが、栄林が蓬莱山家具屋のために月を裏切った今でも師として敬い慕っています。月の使者としての職務も、栄林が地上に行き行方不明になる前に彼女から受け継いだものでもあります。ということはもともと栄林も月の使者のリーダーだったのか。栄林は師匠でもありますが、なんと桃園の親戚であり、豊姫が栄林のまた甥の嫁、頼姫がまた甥夫婦、つまり豊姫夫婦の息子の嫁、となっています。地上では珍しい関係だけど、月では普通のことなのかもしれないな。東方暴月賞のストーリーの活躍は後に姉妹のペット犬使者の一員となる霊仙経由で届けられた栄林からの手紙を読み、彼女の忠告をもとに地上からの妖怪の侵攻を阻止しようと動いていました。また幻想郷の賢者にして大妖怪の役もゆかりに対し、自分と一戦交えるのかと自信満々に問うところ豊姫の強さの底が知れませんね。ちなみに両者はそれぞれ境界を操る能力を持っています。ゆかりは言わずと知れた境界を操る程度の能力なんだが、豊姫は山と海をつなぐ程度の能力を持っているんだぜ。量子論を応用し月と地球、表の月と裏の月をつなぐことや、月と地上、さらに遠距離を瞬時に結びつけて、自分が自由に行き来できるだけでなく、他人や物体をワープ転送することができるんですよ。めちゃくちゃ便利な能力だけど、ゆかりのチート能力と力なら勝てそうな気がするけどどうなの？豊姫の能力は一見サポート系の能力と思われがちですが、作中ではゆかりの式神が取り付いたカラスを表の月、つまり宇宙空間に送り込み窒息死させるなど攻撃にも十分応用可能です。そうかそうか、暇さえつけば宇宙空間に飛ばせば即死ってことだな。また正直危ない発想ですが、相手の頭だけを飛ばすということができれば、宇宙空間でも生きれるキャラも即死。それ回避できるの晩期ぐらいじゃん。でもこの能力に山が含まれているけど、豊姫はちゃんと木属性なのか？御用の木属性は生命と密接に関係しているのですが、山と川というのは生命の源なので木属性でいいでしょう。しかもわざわざ豊姫の持つセンスの説明で、森という単語を使ってあることからも木属性だと言えますね。また私の作った御用別性格分析では、木属性はおっとりしていて陽気な性格なんですよ。例えば、霊夢は春のように陽気、優香はそこは知れないがお花のように陽気、小石もいろんなところに出向くほど陽気。本当だ、木属性って確かに陽気なキャラが多いぞ。その点豊姫は陽気な性格から見ても木属性ですね。先ほど豊姫のセンスの話をしましたが、このセンスは豊姫曰く、このセンスは森を一瞬で素粒子レベルで浄化する風を起こす。そんな月の最新兵器相手にあなたは何ができる？とのことで、さすがのゆかりもおとなしくしていました。大妖怪もビビるほどのヤバい兵器を扱っているのか。実際に使用はしていないので脅しなのか本当なのかは不明ですが、月の科学力的にはあってもおかしくないでしょう。そんなヤバすぎる兵器を庭の桃を取ろうとしていたことから、非常に扱いも上手いとなるとさらに危険度が増しますね。まずそんな危険な兵器で桃を取るなよ。また、東方暴月賞の小説晩餐はにて、栄林の教えをいち早く理解し、地上と月をつなげる数少ない能力者の一人になったと書かれていることから、非常に高い知能も持っています。また渡月姉妹は最強クラスの栄林の弟子なのは皆さんもご存知ですが、実は渡月姉妹は霊仙の師匠でもあり、月のウサギの最強クラスの師匠ということは、必然的に強キャラなのは間違いないでしょう。納得感しかないぜ。栄林のお墨付きの弟子にして、実は強力な能力なことから間違いなくトップクラスの強さ。しかし、未知数なところが多くこの順位で落ち着きました。もしかしたらまだまだ順位を伸ばせるってことね。そうなんですよ。しかも人妻という最強の肩書きもありますからね。それはある意味最強すぎた。さてさて、東方木属性最強キャラランキング第3位は東方幻想郷で初登場した風見優香です。東方幻想郷はいわゆる東方旧作作品なんだぜ。まず優香についてなんですが、東方愚問式によると、危険度は極高の人間有効度は最悪とのこと。いや完全に極悪ボスポジションやないか。阿久曰く、花の妖怪というよりは自然の権化みたいな存在で、妖精とは異なり、一般的な妖怪とは危険度が桁違いに高い妖怪と紹介されています。また東方海江塚にて地獄の閻魔様である式英機から、あなたは長く生きすぎたと言われています。妖怪は長く生きているほど力が増す傾向にあるので非常に強力な妖怪でしょう。もうやばい妖怪なのはよくわかったぜ。優香は旧作から登場していて、東方キャラとしては珍しく頭に帽子や飾りなどをつけていないのが特徴です。首には黄色のリボンをしていて、いつも日傘を差しているのも特徴だよな。その傘は紫外線を大幅にカットするもので、雨や弾幕も防げることも。へえ、あの傘もめちゃくちゃ優秀なのか。傘については、本人は幻想郷で唯一枯れない花と言っていますが、実際に花なのかはわかりません。また彼女は幻想郷を一年中どこかしら花が咲いているところへと放浪しているんですよ。季節の花が大好きで、春は春の花、夏には夏の花、秋には秋の花、
冬には少ないながらも冬の花を、一年中花が咲いているところを目指して移動するようです。こうやって聞くと危険度 S 級とは思えないな。これといって目的意識もなく、花を楽しみつつ寝たり起きたりを繰り返しているようですよ。そのため、登場時の背景や関連曲なども花にまつわるものになっていることが多いですね。どこまで操れるかは不明ですが、花を咲かせたり、ひまわりの向きを変えたり、枯れた花を元通り咲かせたりすることができるようです。これは完全に木属性キャラだな。とはいえ、他の強力な妖怪に比べればこれはおまけのようなもので、まともに戦闘に使えるものではないとのこと。優香の進化はその純粋な揚力、身体能力の高さにあり、高い基本能力を誇る妖怪らしい妖怪です。マイペースな気分屋で、基本的に一人でいることを好みますよ。木属性の性格がバッチリハマっているな。しかし人間妖怪問わず、邪魔が入れば絶大な力によって問答のように滅ぼしにかかるようです。絶対優香さんに悪ふざけしないでおこう。とはいえ可愛いものには可愛いというようで、チルノを見た時に可愛い妖精さんと言っていますよ。旧作の5面では全画面を覆うほどの極太レーザーを放ちます。しかも砲撃中は無敵状態になることが可能。それって激ムズじゃないか。難易度によってはそれ以上に範囲の広い6面の分身レーザー、そして6面最終弾幕の難易度ハード以上の隙間のなさっぷりは必見。第5弾東方回帰弾ではなんと実となりました。暇だった優香は面白そう。魔界って行ってみたかったんだというよくわからない理由で特に目的もないまま魔界に遊びついでに暴れ回ったことも、遊び半分で魔界を崩壊に持っていったのかよ。時期の性能は神主から最強かもと書かれるほど使いやすい性能を持ち、かなり性能がいい広範囲型のフラワーショットで攻撃をします。ウィンバンの話にはなりますが、先ほども言ったように海塚の最強キャラとして置かれた式様相手に幻想郷で誰が強いかはっきりさせてやる、と言っているあたり間違いなく強キャラですね。また、現在の優香の能力は花を操る程度の能力と言っていますが、多分これが真の能力ではないです。東方愚問式にもこれはおまけのような能力と書かれているしな。元無限館の主で、東方外来異変にて優香はズンさんの口からなんと旧作と同一人物と言っているあたり、本来は無限を操る程度の能力か、時空を操る程度の能力だと思われますね。優香は旧作内でもトップクラスに強いキャラだしな。木属性も非常に強力はキャラばかりだぜ。本当に順位なんて分かったもんじゃないですよ。ということでもう全員1位です。いや適当なこと言うんじゃありません。それでは、東方木属性最強キャラランキング第3位は白霊レイムです。レイムって木属性だったのか。レイさんといえば春をモチーフとされることが多いですが、五葉の木というのは春の象徴でもあるのですよ。木の花や葉が幹の上を覆っている立ち木が元となっていて、樹木の成長発育する様子でもあります。へえ、中国の五大元素の五葉について勉強になるぜ。なので、もしマリサが水属性の技を使っていたらレイムとの相性は悪いんですよ。しかし人間関係の相性はいいようです。そっかマリサは実は水属性だからレイムと相性悪いのか。もし水属性キャラについて気になる方はこちらを見てみるといいですよ。まずレイムは神聖なお祓い棒を接近戦の道具として使っています。格ゲーではお祓い棒でアタックしたりしているぜ。また有名なところで言うと妖怪となった駅舎をお祓い棒で、頭から勝ち割るというなかなか容赦ない使い方をしてます。ちなみにお祓い棒自体は、凛之助に作ってもらってるものなので、特別な力があると思われません。おそらくレイムの身体能力か、怪力で駅舎を木を真っ二つに切るように消滅させていますね。居合切り妖怪バージョン。レイムが時期選択の時に針装備ことをパスウェイジョンニードルと言います。このパスウェイジョンニードルを装備した白霊レイムのことから針巫女と呼ばれることが多いですね。またレイムの能力といえば、空を飛ぶ程度の能力だけど、名前を聞く限り強いというより補助能力じゃないのか？確かに一見名前を聞くと、空を飛ぶだけって思ってしまいますが、実はそんなことありません。レイムの能力は空を飛ぶこと、つまり無重力なのです。地球の重力も、いかなる重圧も、力による脅しも、彼女には全く意味がないのです。この空を飛ぶ程度の能力を最大限に活かしたレイムの技が、無双転生。初出は東方栄夜賞にて白霊レイムが使用したラストワードだよね。それ以降にも東方飛走天や東方飛走天則、東方蜃気楼にレイムのスペルカードとして登場しました。この技はラストワード、つまり最終奥義なだけあって色々と究極なのです。無双転生は、ズンさんによると、色々と究極奥義。レイムはありとあらゆるものから宙に浮き無敵となる。もしこれが遊び、時間制限付きでなければ、誰も勝つことができない。とのことですよ。レイムの能力があまりにもバランス崩壊すぎるじゃん。また東方天空賞では木属性らしく、春を代表する時期として登場していて、サブ装備を春に選べばホーミングショットがさらに増えるので、
逃げに徹しても十分ダメージを通せるようになるのでかなり強いですよ。これは弾幕ごっこになれるまでは春装備レイムで決まりだな。といったように非常に強力な接近戦、長距離を可能としているのですが、なんとレイムはほぼ狩猟をしていません。東方水無双のレイムのテキストによると、体術にしても妖術にしても、狩猟は不足気味、というかほとんどしない。だが、あまりある転生のセンスでカバーしていて、ものすごく強い。それはもう、人とは思えないくらいに、ワープしていたり、ホーミングしていたりするが、本人はまっすぐ動いているつもり。ずるいミコさん。と書かれていて、ただのセンスだけでこれらを可能としているのですよ。本当にずるすぎるミコさんだな。さらにはたつきより姫ほど手はありませんが、神おろしの能力も持っていて間違いなく最強クラスでしょう。接近戦、中距離、長距離どれをとってもバランスよくトップクラスなことから今回のランキングで第2位にさせていただきました。ちゃんとレイムが狩猟をするようになったら、本当に勝てる相手がいなくなるのかもしれないな。強くなりすぎてそのうち、私に勝てるのは私だけだっていうかもですよ。もしかして赤峰くんでしょうか？それでは栄えある木属性最強キャラランキング第1位に輝いたのは、東方栄夜小6面ボスの蓬莱さんかぐやです。先ほどのメンツを飛び越えて1位はまさかの月のお姫様。まずかぐやって木属性なのか？迷いの竹林に住む月の姫という肩書きから、二次創作はもちろん、原作においてもスペルカード使用時の背景などで効果的に竹林が使用されていますよ。確かに性格分析でもうっとりしていることから木属性に入りそうだぜ。あと蓬莱さんかぐやのラストワードは蓬莱の樹海ですからね。まずかぐやは不老不死の元月の民の住人です。なので年齢は億単位と言われていますよ。昔は月の都の偉いお姫様で、矢心栄林がかぐやの教育係を務めていました。しかし何不自由のない月での暮らしに退屈を感じ、禁止とされている不老不死になれる蓬莱の薬を飲み計画通り地上へ追放されました。これが私たちの知るかぐや姫の物語と繋がっているんだよな。その後は追放期間が終わり、迎えが来たのですが、地上が気に入り月の使者を殺めて、そのまま逃亡します。月の使者をガチで倒すところ姫様と付き添い強すぎでしょ。栄夜小以降は幻想郷では安全なことを知り、イベントを開催したりしていますよ。そんなかぐやの能力はチート以上にチートなのですよ。その名は永遠と手榴を操る程度の能力。全然意味がわからない能力なんだが、まず永遠とはすなわち不変であり、未来永劫あらゆる変化を拒絶するということでもあります。永遠を持ったものはいつまでも変わることがなく、外から干渉されることもないのです。だから誰にも数百年も見つからずに、永遠帝も劣化してないのね。また永遠の魔法とは、寿命や変化をもたらす汚れを受け付けず変化を拒むようにする魔法であると言います。かけられると、一切の歴史の進行は止まり、生き物は成長を止め、食べ物はいつまでも腐らず、割れ物を落としても割れることはない。かなり難しい能力ではありますが、超簡単に言うと時間を永遠かと思えるほどの超スローにすることができるってことですね。なるほど、めちゃくちゃわかりやすい。そしてもう一つの手榴。手榴とは永遠とは反対にものすごく短い時間のことです。人間が感知できないほどの一瞬で彼女は、その一瞬の集合体だけを使って行動することができるとのこと。ただし、どこまで集めても認識できない一瞬であることには変わりないため、手榴の中にいるかぐやを感知することはできないのです。これを利用すると異なった歴史を複数持つことができるのですよ。歴史をもう一つ持つってハイスペックすぎてついていけないんだけど。つまり手榴を操るかぐやは、他人と同じ時間と他人と違う時間を同時に過ごすことができるのですよ。チートよりもチートすぎる能力なのがよくわかったよ。東方愚問式でも人間には強力すぎる能力と言われていますね。ちなみに6面の栄林の登場シーンは上からゆっくり現れるのですが、かぐやはおそらく手榴の能力を使って瞬間移動のような登場をしていますよ。ほんとだ、霊夢部長よく気がついたな。あまりにも強すぎるためか、かぐやのスペルカードのほとんどは道具を使ったもので、能力を使ったものは少ないのです。あんなヤバいスペルカード使ってきておいて手加減してくれていたのね。また採用時ゆゆ子に次ぐ所持スペルカードを持っているのもポイント。また栄林が共犯となってまでもついていこうとするほどなので、人格も優れていますよ。そして藤原もこうとは、日夜殺し合う仲ですが、実際やろうと思えば手榴の魔法で1秒以下で一方的にフルボッコにできたりと、本気でやろうと思ったら永遠の魔法で、完全封印することもできるでしょう。私たちが小学生の時に読んでいたかぐや姫がここまで最強だったとは。しかもよくよく考えたら、モコウは非属性なことから相性が悪いのにもかかわらずかぐやは互角かそれ以上ということを考えるととんでもない強さだぜ。チートを超える能力、蓬莱の薬で不老不死という防御力、5つの優秀な道具を持つことから第1位とさせていただきました。木属性はかなり強者揃いでめちゃくちゃ面白かったぜ。さて今回の授業はここまでにします。視聴者さんの好きな木属性キャラがいれば教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。